皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。ゆきです。私は作成しているアニメーションのすべてをステーブルディフュージョンの拡張機能である SDWebUI アニメイト GIF で作成しているのですが、今でもアニメイト GIF プロンプトトラベルを使用している方が多いようですね。一度比較したことがあるのですが、同じような使い方をした場合には使用する VRAM が SDWebUI アニメイト GIF の方が若干少なかったですね。それは意外ですね。さらに WebUI の中で完結して操作も簡単ですし、試しに画像を生成してみてからアニメーションの作成に移るなど使い勝手がとても良いです。一連のワークフローがスマートですよね。アップデートも頻回に行われており、 SDXL への対応や LCM ローラへの対応などもとても素早いです。動画を作っている最中にも多分アップデートされるでしょう。こんなに素晴らしい機能を使っていないなんてとてももったいないので、本日は私が使っている方法を紹介します。またアップスケール後のアニメーション作成を簡単にするツールも配布しますので、ぜひ最後まで見てください。この動画を見たらみんなも SDWebUI アニメイト GIF を使いたくなるはずです。さらに今回は VRAM8GB のグラフィックボードでも完結できる方法ですよ。試していませんが、ドライバーの設定でもっと小さいメモリーでもできると思います。以前にショートの動画で紹介したペーパークラフトのアニメーションを作成していきますので、一緒に作っていきましょう。あれは綺麗でしたね。そうですね。今回の目標はなるべく素早く 768×1152 のサイズの8秒のアニメーションを作っていきたいと思います。では早速始めましょう。まず最初に設定から確認していきましょう。すぐに作りたいのですが。でもここは重要ですので聞いてくださいね。まずは更新が頻回にありますので、エクステンションズタブからの拡張機能の更新はこまめに行ってください。今動画作成時のバージョンは11月16日に更新されたバージョン 1.12.1 です。まずはバッチファイルのコマンドですが、 Xformers と OptSDP、 アテンションが推奨されていますので、その2つを入れておきましょう。次に WebUI のセッティングのタブに移動しましょう。ここでは2つの変更点がありますが、1つはオプティマイゼーションタブを開いていただき、バッチコンドアンコンドのチェックを外してください。注意点ですが、1枚絵を生成するときはチェックを外すと画像生成が遅くなりますので、アニメーションを作るときだけチェックを外してください。チェックを入れたり外したりしたときは上のアプライセッティングをクリックすれば UI を再起動しなくても変更されますので、こまめに変更すると作業が早いでしょう。再起動はいらないのですね。私の環境ではバッチコンドアンコンドのチェックを外すと1枚絵の生成は2倍ぐらいの生成時間になりますが、アニメーションの生成時間に変化がなく VRAM の消費がかなり減少します。次にアニメイト GIF の項目に行って Optimize Attention Layers with SDP にチェックを入れます。こちらもアプライセッティングのみで UI を再起動しなくても入れ替わります。私の環境ではチェックを入れた方が若干アニメーションの生成が早くなりました。環境によって違うかもしれないので、自分で一度比較するといいと思います。ついでですので言っておきますが、今回の内容とは直接関係はないですが、 SDXL でアニメイト GIF を使う方はコマンドラインに Disable Safe Unpickle を追加しておいてください。SDXL は VRAM 消費が多いので 12GB で動くかどうかはちょっとわかりません。おそらくドライバーの設定で共有メモリを使えば動くと思いますよ。これで設定の部分は終わりですので、早速アニメーションを作っていきましょう。やったー。まず最初に1枚絵を生成しながらアニメーションにした時に面白そうかを見ていきますね。1枚絵のテストができるところが WebUI の良いところですね。そうですね。今回はモデルにドリームシェイパーバージョン8を使用しています。ローラを2つ使っているのですが、1つは KK ペーパーカット V1 というローラですね。このローラはちょうどよく女の子を出すのが難しいので、立ち絵というローラを一緒に使います。ローラのリンクは概要欄です。2つのローラを使用するアイデアはシビタイに掲載してある画像で使っていたものを真似しただけです。プロンプトはこのようですが、
これもほとんど守備隊の画像のプロンプトを採用しています。はじめはプロンプトをそのまま使って、その後で調節するのがおすすめです。これで画像を生成してみましょう。この時はバッチコンドアンコンドのチェックを入れておいてください。512×768 の縦長の画像にしていきますね。ハイレゾフィックスは使いません。また少し話がそれますが、可能な人は TensorRT を使ってください。TensorRT の導入と使い方はこの動画をチェックしてくださいね。最後のアップスケールの時に生成時間にかなり差が出ますので、 TensorRT はなるべく導入しましょう。ただし TensorRT を使うとローラが働かないので、最初の画像生成時は TensorRT を使わないでくださいね。アップスケールの時はローラがいらないので、その時に使っていきましょう。ついでに話しておきますが、 TensorRT の書き込みを行う時は NVIDIA ドライバーの設定でPrefer No System Fallback にしておいた方が早く終わるようです。ドライバーの設定は必須事項なので、この動画は必ず見てね。今回の作業では 768×1152 のサイズを書き込んでおくと良いと思います。さらに綺麗にしたい人は 1024×1536 も書き込んでおきましょう。適当なサイズを選択すると、その下にアドバンストセッティングのタブが出現します。任意のサイズはここのアドバンストセッティングスから選択できて、サイズは64の倍数なら選択できますよ。では画像生成に戻りましょう。先ほどのプロンプトで画像を生成していきますが、女の子が全く出ないことも多いです。もう1枚画像を生成しましょう。これも女の子がいませんね。もう1枚女の子が出ましたが、もう少し良くなるでしょうか。次も出ませんね。もう1枚。これはとても良いですね。良い画像が出ることも分かりましたので、このプロンプトでアニメーションを生成していきましょう。次にアニメーションに行きますが、バッチコンドアンコンドのチェックを外します。まずはテストで16フレームの動画を生成します。最終的な画像を良くするためには 512×768 で生成することをお勧めしますが、時間がかかる方は 384×576 にサイズダウンしてください。16フレームの画像を作りながら、ちょうどよく女の子が出現したり隠れたりしそうなものを探していきます。これは運によると思いますが、まずお好みのアニメーションが得られればシード値を固定して、フレームを64に伸ばしてアニメーションを生成します。この時に時間がかかっても綺麗な画像を生成したい人はハイレゾフィックスを使ってください。おそらく 1.5 倍までなら VRAM12GB でいけるのではないでしょうか。ただし本当にかなり時間がかかりますので、寝る前に仕込むとか出勤前に仕込むとかじゃないと大変だと思います。そうでない人はハイレゾフィックスを使わずに生成しましょう。それでも最終的には十分に綺麗な画像になります。私も今回は 512×768 のサイズでハイレゾフィックスを使わずにアニメーションを生成します。こちらが出来上がった動画になります。画質は良くないですが、女の子とペーパークラフトが上手に生成されました。私の環境では約2分30秒でアニメーションが生成されました。VRAM は 5.22GB でしたね。VRAM の必要量は予想よりも少なかったですね。そうですね。アニメイトジフがアップデートされるたびに改善しているような気がします。次にアップスケールをしていきましょう。その前に今生成された動画のフレーム画像を一つのフォルダにまとめましょう。新しいフォルダを一つ作成します。名前をペーパー1にしましょうか。フレーム画像を選択します。シフトを押しながら最初の画像と最後の画像をクリックすれば、間の画像も全部選択されます。今回は64フレームなので、最後の画像の数字から63を引いた数字の画像が最初の画像の番号ですよ。コントロールプラス X でカットして、ペーパー1のフォルダを開いて、コントロールプラス V で貼り付け。これで画像が移動しましたね。次にアップスケールされた画像を入れるためのフォルダを作っておきましょう。ペーパー1アップにしましょうか。イメージトゥイメージのタブに移動して、まずはテスト生成してみましょう。フレーム画像の1枚を
プロンプト欄にドロップして情報を取得。矢印で展開しましょう。フレーム画像の中で女の子が写っているものを1枚選んで、イメージトゥイメージの画像置き場に入れます。画像サイズのところにウィデュス768、ハイト1152と書き入れます。リサイズ by1.5 にするとなぜかテンサー RT が働かないので、直接数値を入れましょう。そして今回はデノイジングストレングスを 0.2 にします。デノイジングストレングスは大きくすると画像がより綺麗になりますが、フレーム間の画像にばらつきが出て画像が乱れます。つまりフリッカリングが増えます。逆に小さすぎるとフリッカリングはなくなりますが、画像が綺麗になりません。0.1 から 0.3 ぐらいが良いと思います。アニメイト GIF シリプロンプトトラベルのアップスケールはこの時にコントロールネットのタイルを使用しているようですが、コントロールネットを使用するとテンサー RT も使えないですし、画像生成にとても時間がかかるので私は普段は使っていません。さらに A ディテイラーをアクティブにしておきます。一度シード値をランダムにします。ここで忘れずにバッチコンドアンコンドのチェックを入れてくださいね。リスタート UI は不要です。この1枚でテスト生成しましょうか。テンサー RT を有効にします。1枚目なので少し時間がかかりましたね。もう1枚生成してみましょう。今私の環境では 4.2 秒で画像が生成され、 VRAM の消費は 5.71GB でした。画像が十分良いと思ったらシード値を固定しましょう。この後バッチ処理でフォルダ内の画像をアップスケールプラス A ディテイラーしていきます。そうそう、 A ディテイラーの設定でプレの画像や検出の画像を生成するようにしている方はその設定を外しておいてください。セッティングタブから A ディテイラーの項目に入って Save Mask Previous と Save Images Before A ディテイラーのチェックを外してApply Settings をクリック。再起動は不要です。バッチ処理ですが、イメージトゥイメージのバッチを選択します。インプットディレクトリのところに先ほどのペーパー1フォルダのパスを入れます。ダブルクオーテーションはつけないでくださいね。フォルダを開いておいてアドレスバーをコピーして貼り付ける方法が一番簡単でしょう。この方法ならダブルクオーテーションはくっついてきませんね。次にアウトプットディレクトリに先ほど作ったペーパー1アップのフォルダを選択します。同じようにフォルダを開いてアドレスバーをコピーして貼り付けます。これで準備は完了しましたのでジェネレート。各々の環境によって生成時間は異なると思いますので他のことをして待ちましょう。同じサイズのアップスケールであればおそらくアニメイト GIF シリプロンプトトラベルのアップスケールにかかる時間より短いですよ。さて画像ができました。私の環境では3分10秒かかりました。バッチ処理しているだけなので当然 VRAM の消費は1万円のアップスケールと同じです。この後にアップスケールでできた画像をつなげて MP4 の動画にするのですが、ファイルの名前を揃えたり FFmpeg のコマンドを入力したりするのが少しめんどくさいので、そのあたりのことを自動的にやってくれる簡単なプログラムを作りました。私の知りたいのページにアップロードしておきましたのでダウンロードして使ってください。使い方ですが ZIP ファイルがダウンロードされますので解凍してください。解凍したフォルダの中に MP4 メーカーというフォルダがあります。このまま使用する場合はこの MP4 メーカーフォルダを C ドライブ直下に置いてください。違うところに置きたい場合は Convert to mp4.py という Python プログラムの中のディレクトリを書き換える必要があります。上の方のインプットフォルダー、アウトプットフォルダー、バックアップフォルダーのディレクトリを書き換えれば良いです。デフォルトでは 8fps になっていますが、フレームレートを変えたいときは56行目の8の数字を好きな数に書き換えてください。またフォルダの置き場所を変えた場合は MakeMP4 バッチファイルの中の Python ファイルのパスを書き換える必要があります。ここの C のところをフォルダを入れるディレクトリに書き換えてください。この MP4 メーカーフォルダの中のインプットフォルダの中にアップスケールした画像が入っているフォルダを入れます。
そしてメイク MP4 のバッチファイルをダブルクリックしてください。初回だけ警告が出ますので、詳細情報をクリックして実行を押してください。コマンドプロンプトが出現して、続行するには何かキーを押してくださいとコメントが出れば MP4 が作成されています。そうするとアウトプットフォルダの中に 8fps の MP4 の動画が生成されています。さらに次の作業がしやすいようにインプットフォルダは空になっており、フレーム画像が入ったフォルダはバックアップフォルダの中に移動しています。フォルダの名前に変換時の日付と時間が追加されます。これで次に MP4 を作るときにインプットフォルダ内の使用済みフォルダをいちいち移動する手間が省けますね。そうですね。地味にめんどくさい作業ですので。さて、動画を見てみましょう。かなり綺麗な動画が短時間で作れたのではないでしょうか。綺麗ですね。最後にフローフレームで2倍ぐらいにフレーム保管して完成とします。フローフレームズを導入していない人はこの動画をチェックしてね。保管が多すぎるとアニメーションとして違和感が増えることがありますので、2倍から3倍がおすすめです。今回は2倍にフレーム保管して 16fps とします。2倍にフレームを増やしたアニメーションがこちらになります。とても綺麗で滑らかですね。そうですね。これがとても基本的なアニメーション作成のワークフローになります。何度か行っていただければ自然に手が動いて快適にアニメーション作成ができると思います。今までにこの動画で紹介してきた TensorRT、NVIDIA ドライバー、フローフレームなどの情報が絡むので、これを機に見直して対応できるようにしてください。また動画を見直さなくちゃ。私も時々自分の動画を見て情報を復習しています。今後は実写系のアニメーションで工夫する点や、最近話題の LCM ローラを使ったアニメーション、コントロールネットを使ったムーブトゥームーブなどのいろいろなワークフローも紹介できればと思っています。今回の内容は少し難しいところもあったかもしれませんが、すぐに慣れますので頑張ってください。ペーパークラフトのアニメーションができたら X に投稿してみせてね。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。